おはようございます。本日は静岡県のほぼ全域で一日中雨予報でしたので、様子見と朝食と時間調整を兼ねてホテル近くのマークイズ静岡へ向かいます。ロッカーに荷物を預け朝食へ。平日の開店直後だったため店内は空いていて席が選び放題でした。さて朝食に選んだのはカツ丼です。そして大盛りです。ごちそうさまでした。天気を確認すると午後は小雨に落ち着きそうなので、昨日の続きである丸子宿へ向かいます。本日は丸子宿をスタートし、岡部宿、藤枝宿を経由して島田宿でゴールとする予定です。スタートが遅めだったこともあり、本日はいつもの半分くらいの距離を進むこととなります。ここから静岡駅までは静岡鉄道の静岡清水線で移動し、新静岡駅から昨日の地点へはバスで移動します。バスを降り、旧東海道をしばらく歩いたところの交差点の先に何か標柱のようなものが見えます。交差点を渡りそちらに向かいます。やはり石踏みみたいです。それにしても昨日までは雨だった天気予報も今日は変わって止んでくれたのが本当に嬉しいです。足は痛いのですが少しでも先に進みたいですからね。丸子宿と書いてあります。東木戸まで230メートルと書いてあるので、丸子宿の入り口まではまだ230メートル先ということですね。そして丸子宿周辺の案内図もあります。一里塚跡の石碑がありました。丸子一里塚跡です。日本橋から46里目となります。一里が約4キロなので日本橋から184キロの距離となります。かなり歩いてきました。標柱があります。丸子宿見附跡のようです。江戸川の宿場の出入り口にあたる見附があった場所で、ここから丸子宿となります。江戸時代の東海道三大名物は新井宿のうなぎかば焼き、丸子宿のとろろ汁、桑名宿の焼きはまぐりと言われていました。このうちのとろろ汁が丸子宿の名物として知られています。丸子宿は現在の静岡県静岡市駿河区に位置し、日本橋から約184キロ離れた20番目の宿場町となります。東海道中で最も小規模な宿場でありながら鎌倉時代からの長い歴史を持っています。こちらの標柱は丸子宿について説明しているものみたいです。丸子宿についての図もここに書かれています。そして歩いていると左側に標柱と筆跡があります。脇本陣跡と書かれています。丸子宿には本陣が1軒、脇本陣が2軒あったと伝えられています。この脇本陣は明治天皇のご休憩場所にも使用されたようです。向かい側にも標柱があり、問屋場跡と書かれています。かつて問屋場が設けられていた場所ですが、現在は遺構や案内板などの情報はほとんど残されていないようです。そして右側を見ると大きめの石碑が立っていました。七里役所跡です。東海道沿いに七里約28キロごとに設置された七里役所の一つで、由比宿にも同様の役所がありました。三大名物の一つとされるとろろ汁の丁子屋は1596年慶長元年創業で400年以上もの歴史あるお食事亭です。地元農家の自然薯を使ったとろろ汁となります。歌川広重が東海道53次丸子で丁子屋を描き、松尾芭蕉は梅若葉丸子の宿のとろろ汁という句を読むほど有名な店でした。マークイズ静岡で食べたカツ丼がまだお腹の中にいたためお店には入りませんでした。お店の方は人の出入りが多いです。さすが人気のお店です。国道1号線にある道の駅宇都宮峠を通り過ぎてきました。そして進行方向の目の前には宇都宮トンネルが見えます。ここは国道でもあるため交通量が多いです。このトンネルの手前を右に進む県道に沿って国道1号線から外れて歩きます。交通量は減り一帯は静かになります。前方を見ると県道は緩やかな上り坂になり左にカーブしています。このカーブを曲がりきった先も上り坂が続きます。そして前方には左に進む道があり、その分岐地点には案内板が設置されています。ここは宇都宮となります。左に進むところから前方に建物が見え始め、この集落の趣を感じます。道路も石畳風に舗装されており、景観もとても大切にされているように感じます。宇都宮は丸子宿と岡部宿の間にある愛の宿として機能していた集落です。今もなお当時の面影を残す風情ある家並みが続いています。かつては厳しい峠越えの前後で旅人が休憩を取った集落でしたが、現在では国道がトンネルで宇都宮峠を通過し、
メインストリートから外れて人通りが少なくなった集落という感じでしょうか。集落内は木造の懐かしい造りの家が多く、風情ある街並みとなっています。地元では街並み保存に力を入れているらしいです。この階段に変わるところから勾配はさらにきつくなっていきます。階段の長さは長くもないのですが、かなり息を切らしながら登りました。階段を上がるに従って苔も増え、階段が緑色に染まっていくように感じます。この苔の生え具合もなんだかいいですね。階段を終えて振り返ると、集落を見下ろすくらいの高さに来ていました。そしてさらに石畳風の道路を登っていきます。坂を登ったところは T 字路となっています。旧東海道は右となっていますが、今回は明治のトンネルを通りたく左に進みます。しかし道路には桜の葉がたくさん落ちています。午前の雨で散ってしまった花びらなのでしょうか。道はどんどんと登っていきます。右側の石垣にも苔がついて緑色になっています。上に従ってどんどんと緑色に包まれていくようです。そのような景色の中、ポツンとオレンジ色の光が視界に入ってきます。明治のトンネルが見えてきました。レンガ造りでレトロ感満載のトンネルとなっています。オレンジの照明はありますが、思った以上に中を歩くと暗いです。岡部宿には宇都谷集落を抜けた先の宇都谷峠を越えて向かいます。宇都谷峠には時代ごとに整備された計6つのルートが存在しています。スタの細道、旧東海道、明治トンネル、大正トンネル、昭和トンネル、平成トンネルです。今回は明治時代に開通したトンネルを通って岡部宿を目指します。明治のトンネルは明治9年1876年に開通した日本初の有料トンネルとなります。1997年平成9年には現役のトンネルとして初めて国の登録有形文化財に指定されています。レンガ造りのレトロな雰囲気が特徴で、トンネル内部はオレンジ色の照明で幻想的な空間が広がっています。このトンネルの長さは223メートルなので、歩いても2分半くらいで通過できるのですが、薄暗さが関係しているのか長く感じました。そしてこの明治のトンネルの上を旧東海道が峠越えしています。トンネルを抜けて進むと左折する道があります。これを左に進むと旧東海道の峠道と合流します。左の道は途中まで舗装された道となっています。落ち葉と午前中の雨で道は濡れていて滑りやすくもなっています。旧東海道と合流する地点で案内図の書いてある史跡が建てられています。そして旧東海道と合流した地点からは下りになります。このような林の中を歩く道となっています。なので歩く周囲は静かなのかと思いきや、先ほど分かれた国道1号線がこの下を走っているので、車などの音が聞こえてきます。それにしてもこの道は人通りが少ないので、少し寂しい気分にはなります。下り坂で一組の老夫婦とすれ違ったのみでした。そして下っている途中にヒゲ大木碑があります。この東海道を通行する旅人の交通安全や天下太平を祈って建てられたものとのことです。それだけこの道を通ることが大変だったということなのでしょうか。そして左側の坂道を降りてきました。この道は舗装された道に合流します。この舗装された道はスタの細道となります。峠越えする6つのルートの1つの道に合流しました。この旧東海道の左を流れる川は岡部川となります。川沿いには桜が植えてあり、時期もあって満開の状態の桜を左に見ながら歩くことができています。曇っていたのが少し残念ですが、とても良い眺めで疲れを忘れさせてくれます。このような道で歩道としては白線が引かれているだけですが、交通量は少ないので一人で歩く分には車に神経を取られずに歩くことができます。歴史を感じながら歩くことのできる丸子宿と宇都谷の道は静かながらも味わい深い時間を与えてくれます。次は岡部宿となります。道路の右側の低い位置に石碑かと思いましたが、枡形跡の解説があります。そしてここには木戸が設けられ、アギは6つに開け、暮れ6つに閉じました。ここは岡部宿の入り口となります。岡部宿は現在の静岡県藤枝市に位置し、日本橋から約190キロ離れた21番目の宿場町となります。今日からの旅人にとっては次に控える難所宇都谷峠を前に準備を整えたり体を休めたりするための重要な場所でした。一方江戸からの旅人にとっては
宇都宮峠を越えた後にたどり着く安堵の地であり、ほっと一息つける宿場でもありました。目の前左側に見える建物は旅籠屋となります。1836年に建てられた大愛宕か芝屋は江戸時代の宿場町の面影を今に伝える貴重な建物です。現在は歴史資料館として一般公開されており、店の間商いのための部屋のこと、台所、1、2階の客室など当時の様子を間近に見学することができます。敷地内には土蔵を改装したギャラリーやカフェ、さらには地元の特産品や軽食を扱う物産館も併設されています。主人の部屋である仏間にはコート計と呼ばれる時間計測の道具が展示されています。ジグザグ模様に並べられたお香に火をつけ、その燃え尽き具合で時間を計る仕組みです。すべて燃え尽きるまでに約3時間かかり、かつては1時間ごとに異なる香りに変えて時間の移ろいをこの香りで感じていたそうです。風流でありながら実用性も兼ね備えた江戸時代の知恵が感じられます。そしてこちらに見えているのは本陣跡となります。岡部宿に2つあった本陣のうちの1つで、うちの本陣跡となります。このように表御門と塀が立っていますが、これらは推定復元されたものとのことです。そして門の向こう側は公園となっていて、岡部宿うちの本陣史跡広場として整備されています。本陣跡から5分程度歩いてきたところに石碑が立っています。考察場跡で、ここには当時幕府の法令や通達を掲示するための考察場が設置されていました。宿場の中心的な広場で人々が重要な情報を得るための場所でしたので、当時のここは人通りが多かったのだと想像できます。本陣から1キロほど進み、ここ岡部市署前交差点まで歩いてきました。岡部宿の出入り口に枡形跡がありましたが、これは可燃手とも言います。枡形可燃手は道を直角に曲げてたやすく進入をさせないようにと軍事的な目的で宿場の出入り口に設けたものとなります。各宿場の案内などでも枡形もしくは可燃手で説明されています。右側の道路標識には島田まで15キロと表示されています。今日のゴールは島田宿なのであと15キロですね。話を戻し枡形の続きですが、軍事目的以外として大名行列同士が道中勝ち合わないようにするための役割もありました。これ勝ち合うと格式の低い方の大名は籠から降りて挨拶するのですが、行列を指揮する友頭にとっては主君を籠から下ろすことは一番の失態となります。このため宿場に入る前の枡形や可燃手を利用し、行列の見えない状態とし、勝ち合いそうな場合には休憩などを装い別の場所に緊急避難するなどのように利用していたそうです。岡部宿は峠を挟んで東西の旅人の足を支えた静かで趣ある宿場町です。次は藤枝宿となります。気がつくとすでに勝草橋まで来てしまっていました。藤枝宿は現在の静岡県藤枝市に位置し、日本橋から約196キロ離れた22番目の宿場町となります。江戸時代以降は田中城の城下町としても栄え、宿場としてだけでなく政治や経済の拠点としても重要な役割を担ってきました。藤枝宿の特徴は他の宿場と異なり、町や村単位で構成されていたのではなく、志田郡と増津郡のうち街道に面した6つの町が共同で宿場の機能を担っていた点です。このため問屋場が宿場の中心から離れ、田中城に近い場所に設けられていたと言われています。藤枝宿には本陣が2軒ありましたが、脇本陣は設置されていなかったようです。ここは勝草橋となります。江戸時代は川の対岸に渡る手段として川越しが行われていました。川越しは橋を架けたり渡船を設けずに、川越人足の肩車や連台などで渡渉させたことを言います。明治時代の1870年明治3年になると川越しが廃止され、渡し船と軽板の2つの方法で通行が行われるようになりました。1875年明治8年に初代の勝草橋が誕生しました。現在の橋は2003年平成15年に架け替えられた橋となります。瀬戸川の両岸には桜の木が植えてあり、見頃な状態となっています。奥の方まで桜が植えられて咲いているのが分かります。そしてこの瀬戸川の水量は見た目ですが少ないように見えます。一里塚跡の横にある藤枝宿の案内板を見ると、すでに錦戸跡も過ぎているみたいです。いつの間にか藤枝宿に入っていつの間にか出ていたみたいです。なんてこったです。藤枝宿は政治と交通の要所として発展し、
独自の宿場システムと城下町としての顔を持ち合わせた個性あふれる宿場町だったようです。次は島田宿となります。説明板が家の敷地内にあります。枡形跡で見附の施設も備わっていたようです。ここが島田宿の入り口となります。島田宿は現在の静岡県島田市に位置し、日本橋から約205キロ離れた23番目の宿場町となります。箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川と謳われたように、大井川は東海道の難所の一つでした。大井川の左岸江戸川にあるため、増水で大井川の川越しが禁止されると、お伊勢参りなどの江戸から京都方面へ登る旅客が足止めされるため、江戸のようなにぎわいを見せたそうです。長雨により滞在費と遊興費に所持金を使い果たすことも珍しくなく、そのため所持金がなくなったり宿が満員になった際に家を借りた名残で、島田の旧東海道沿いにはおかり屋という地名があります。川越の禁止は最長28日間川止めされたという記録が残っているそうです。説明板があります。島田一里塚跡のようです。日本橋から52里目の一里塚跡となります。旅人にとっては距離の目印となる大切な存在でした。かなり日が暮れてきてしまいました。目の前の標識を見ると、島田駅までは 0.9 キロと書いてあります。本日のゴールまで目と鼻の先です。そして本日のホテルは島田駅の近くなので、ほぼこの距離と同じです。最後の力を振り絞りたいと思います。一里塚から少し進んできたところに問屋場跡があります。立派な石碑が立っています。問屋場は宿場の中心となる施設で、主に公用の文章や物品、公務旅行者に人足や天満を提供し、継ぎ立てを行う施設でした。島田宿問屋場には長である問屋、その補佐役の年寄り、事務担当の長付け、人足や馬方の指揮をする人差し、馬差しと呼ばれた宿役人が月交代で詰めていました。肉眼ではかなり暗くなっています。そんな中、進行方向右手に何やら時計台が見えてきました。この時計はからくり時計だそうです。決まった時間に人形が踊り出すそうです。そしてこのからくり時計の横に説明板があります。島田宿本陣跡になります。島田宿には本陣が3軒、脇本陣は設けられていなかったようです。本陣とは幕府の高官や公家、大名、旗本、高僧など支配層の人々が休憩や宿泊するために各宿場に設けられた施設です。民家の壁に食い込むように説明板が立ててあります。枡形跡宿西入り口とあります。こちらは今日上方側の宿場の出入り口にあたる西見附があった場所です。島田宿の西入り口には川沿いに土手で囲い、東側は昇格寺入り口の工事で囲った例の少ない枡形の見附が設けられました。本日は島田宿までとなります。今日のホテルはこの枡形跡から数分で着く距離なのでとても嬉しいです。本日宿泊するホテルはホテル123島田です。本日もここまでご視聴いただきありがとうございます。